こんにちは、聖堂です。今回はひらがなの連綿を少しだけ取り入れてみませんかというお話です。連綿、ひらがなを2字3字と続けていくことで、仮名書道でおなじみです。ご自身で書いたことはなくても、このような作品をご覧になった方は多いと思います。仮名はもともと文字を続けて書くことを前提に、様々な工夫を重ねて完成したものです。言ってみれば、連綿は仮名本来の書き方であり、仮名が一番美しく見える書き方でもあります。仮名書道とまではいかなくても、かつて文章を手で書くのが当たり前だった時代は、こんな感じで書かれたものを結構目にしました。今、改めて見てどうでしょうか。私には達筆という言葉が浮かんできます。実際大変な達筆です。おそらく達筆だと感じさせる一つの要因がひらがなの連綿にあります。残念ながら今、連綿はほとんど目にしなくなりました。そもそも手で字を書くという行為自体が減少してますので、連綿以前の問題です。手書きの減少については、リンクの逆説書道のすすめで私なりの見方をお伝えしています。ちょっとユニークな内容ですので、お時間あればぜひ覗いてみてください。手書きの減少は別として、もう一つ連綿にとって逆風なのは縦書きの減少です。連綿はあくまで縦につなげるもので、横にはつなげません。今、縦書き、横書き、どちらが多いかといえば、書き文字としてはどう見ても横書きが中心です。これは良い悪いではなく、世の流れです。ということで、連綿はもはや書道やペン字で一部残っているだけ、日常生活で使われることはほとんどありません。例えれば、アルファベットの筆記体をつなげずにわざわざ離して書いているようなものです。仮名はつなげるという前提からすれば、とても不自然なことをやっているわけです。正直、このまま連綿がなくなるのはとてももったいないと思います。文章の7割を占めるひらがなを最も美しく見せる書き方が絶滅の危機にあります。じゃあ分かった。連綿で書こうと思っていただくと大変ありがたいところです。ただ問題は、連綿には連綿の技法があり、自己流ではまず歯が立ちません。本腰入れた練習が必要となりますが、いやいや、そこまでやる気はないよというのが普通の反応かと思います。そこで今回ご提案したいのがプチ連綿です。いきなり連綿をフルに取り入れるのではなく、ほんの一部分だけ、書きやすいものだけ連綿にしてみようというご提案です。文全体で連綿を駆使するのはなかなか大変です。でも、ある一部分だけ連綿にするのであれば、ハードルはぐっと下がります。書きやすいものを選べば、ハードルはさらに下がります。そして何より嬉しいことに、連綿が一部入っただけでも、印象はガラリと変わります。いわば連綿マジックで、これを使わない手はありません。では最初のステップとして、簡単に連綿の仕組みを整理しておきます。連綿にはいくつかのパターンがあり、それは最初の文字がどの位置で終わり、次の字がどこから始まるかで決まってきます。といっても、ひらがなは通常、中央かそれより右側で終わり、中央あるいは左側から始まりますので、基本的なパターンは限定されます。中央から中央、中央から左、右から中央、右から左、このどれかに当てはまります。連綿ではもう一つ、2文字目の中心を移動させるという離れ技があります。右に寄せることで文字間の距離が短くなり、文字によってはそのまま真下に下ろすことが可能となります。いずれのパターンも連綿を自然に滑らかにリズムよくつなげていくことがとても重要です。最後の中心移動はまさにその滑らかなつながりを実現するための一つの手段です。様々な文字の組み合わせの中で最も美しい続け方を追求するのが連綿の学習と言えます。ここで大切な注意点を2つ。続けるといっても全てのひらがなを続けるわけではありません。無理につなげない方が良い場合も多くあります。
つなげるにしても2字せいぜい3文字程度に留めておく方が書きやすいし読みやすいと言えます。また全体の書きぶりの統一が必要です。連綿だけが流れるような書きぶりで、あとは楷書のような硬い書き方だと違和感満載です。漢字が入る場合は楷書ではなく行書で、ひらがなは連綿するしないにかかわらず、点画の連続性が強い書体が求められます。ひらがなの書体については、リンクのシンプルで大人らしいひらがなの書き方をご参照ください。では書き方に入ります。題材はありがとうございましたです。手書きの頻度が高いので取り上げてみます。ここでは連綿を多く使った形で書いてみます。連綿が5箇所あります。この中で今回取り組んでいただきたいのはこの2箇所です。可能ならもう一つここまでいければベストです。最初の連綿あり、あとりの組み合わせはそのまま自然につなげやすいパターンです。あの最後の払いを少し伸ばせばそのままりの1画目となります。連綿の書き方で多いのは2文字目の最初まで一気につなげるパターンです。このありもりのここまで一気に書いて一旦落ち着かせてから残りを書いていきます。お気づきの通り、りがだいぶ中心より右側に寄っています。普通に書けば、あはほぼ中央で終わり、りもほぼ中央から始まるので、中心のパターン1に該当します。しかし、あとりはごく自然につながるので、あが中央に向かう途中でもうりを始めてしまう。つまり、真ん中まで戻さずにつなげています。つまり、パターン5です。ただ、混乱させるようで申し訳ありません。今回連綿はあくまで一部だけなので、いきなり中心移動という離れ技が登場すると違和感が出るかもしれません。なんだか書き間違ったようにも見えます。そう感じる場合は、中央まで戻すパターン1でも結構です。本来の書き方ではありませんが、やはり全体の調和が必要となりますので、収まりが良い方を選びましょう。それでも連綿のプラス効果は十分に期待できます。では次に移ります。ましたと3文字連続させていますが、今回はまとしだけ続けてみましょう。そのどちらであっても、パッと見てしがえらく長いなと感じないでしょうか。その通り、しは長く書くのが本来の姿です。活字や横書きで一文字だけ長いと具合が悪いので、他と同じサイズになっていますが、連綿ではしっかり長く書きます。しは連綿を連綿らしくする主役の一つです。書き方は、まの最後からそのまま自然落下します。先ほどの分類でいけば、これも中心移動のパターン5です。ただ、まの最後はそれほど右に寄っているわけではありません。ひらがなの結びはもともと小さく書きます。特に連綿の場合、結びが大きいと次へつなげるのがとても難しくなりますので、ますます小ぶりです。結果としてしは中心より少し右程度に収まりますので、中心のパターン1に近いと思って結構です。もし慣れてくれば3文字連続にも挑戦してみてください。ご覧の通り、しのカーブが最後の方でぐっと左に入っていき、他の1画目につながります。注意点はしの反り方で、最後左に行くからといって、初めから左へのカーブを描くのは間違いです。あくまでしの本来のカーブで進んだ後、最後
滑らかに方向が変わる。この点、とても重要です。見た目以上に難易度が高いので、ここは無理にやっていただかなくて結構です。今回は以上です。こうして一つ一つ無理のない範囲で連綿の手持ちを増やしてもらえればと思います。覚えるほどに字の印象がどんどん変わっていく様を楽しんでみてください。次の機会にまた別のおすすめの連綿をお届けします。どうぞご期待ください。